おはようございます。本日から YouTube ブログを始めることにしました。無職の TK です。第1回目の今日は、おいらがアメリカに移住した8つの理由について話していこうと思います。1、子供の頃の夢だった。きっかけは12歳の時、家族で行ったニューヨーク旅行。初めての海外旅行でニューヨークに来てカルチャーショックを受けた。その帰り道、JFK 国際空港に向かう途中、いつか必ずニューヨークに戻ると心に誓った。日本帰国後も1週間くらいニューヨークを案内してくれたガイドさんのことや旅で出会った人たちのことを思い出して泣いた。2、ハリウッド映画にやられた。10代のオイラはハリウッド映画が好きだった。つまらない高校を抜け出してよく映画館に行った。大切な時期に勉強もせず映画ばかり見ていたせいでアメリカカルチャーに洗脳された。ニューヨークが舞台の映画だとそれだけでワクワクした。早くニューヨークに行きたいという思いが強くなった。3、英語を喋られるようになりたかった。日本人の英語コンプレックス。敗戦国として英語が喋られることがかっこいいと洗脳された。英語を話している人がかっこよくも見えた。中国語を話している人を見ても何も感じない。やっぱり英語なんだ。4、一流になりたければニューヨーク。20歳の時に知り合ったお金持ちのおばさんが、一流になりたければニューヨークに行かないとダメと言っていたのを20年経った今でも覚えている。初めてのお金持ちの知り合いだったのでなぜか説得力があった。5、後悔したくなかった。少しでも海外に興味がある人だったら留学しないと後悔する。ただ留学は勢いとタイミング。もしチャンスが巡ってきたら思い切って踏み出してみよう。チャンスは一度しか訪れない。6、日本で仕事に就けなかった。おいらは2007年に大学を卒業してファッションの専門学校に進んだ。就職先を探している最中、2008年リーマンショック。アパレル業界を中心に就職活動を100件ぐらいしただろうか。どこにも就職することができなかった。唯一内定をいただくことができたのはアメリカからやってきたグルーポン。うさんくさい会社だなと感じて内定を断った。10年後、グルーポンは日本を撤退した。そうだ、警察官になろう。これだけ日本の不況が悪化するとやっぱり公務員専門学校に1年ほど通って勉強したが、その年警視庁警察官の倍率12倍。みんな考えることは同じだった。何度か挑戦したが、一次試験には受かるも二次試験で落とされ、結果不合格。年齢的にも公務員は無理そうなので再度民間の会社に就職しようとしたが、2011年東日本大震災。日本経済さらに悪化。日本沈没が見えてきた。これだけ就職活動をしても職に就けない若者がここにいる。この国大丈夫か？若い人を採用するゆとりのない社会に不安を感じた。日本に必要とされていないオイラ。2011年、
オイラはニートになった。日本で全く職に就けなかったことをきっかけに、就職活動も勉強もやめて、皮肉にも子供の頃にやりたかったこと、アメリカ移住に逃げた。本気で日本脱出を考えた。7、日本脱出でしょう。2011年、オイラの就職活動を通じて日本沈没の予兆を感じた。多くの人が正社員を夢見る時代。日本の社会構造、終身雇用の崩壊。オイラはニートになって紀ノ国屋書店に行って本を読み漁った。特に心に残ったのが2冊。デフレの正体、経済は人口の波で動くと、大前健一、柳井正のこの国を出よだ。背中を押された。8、アメリカンドリーム。アメリカンドリームなんてすでに存在しない。それでもアメリカに渡るだけでうまくいく気がした。アメリカに移住したい。アメリカに渡れば何か変わるんじゃないか。そんな他力本願なアメリカ移住。日本からアメリカに逃げてきてもうまくいくはずがない。それでもその経験が残る。少しは英語を喋られるようになる。以上がオイラがアメリカに移住した理由だ。物価も高くて税金も高いニューヨークは移住には向かない。それでもニューヨーク好きの方が上回るからニューヨークに移住した。現在ニューヨーク移住11年目。これからも頑張っていこうと思う。チャンネル登録とグッドボタン、そしてコメントよろしくお願いします。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。